とっさに身を挺し、キャロルをかばったアリスの背中から鮮血が噴き出す。ナイトメアの脅威を理解するにはそれだけで十分だった。不安定な状態のキャロルをかばいながら戦闘を続けるのはあまりにも分が悪い。即座にキャロルを抱きかかえ逃走に転じるアリス。その耳に凛とした声が響く。すまないが手を貸してほしい。声のする方に視線を向けると、純白の服を赤く染めたスノーがナイトメアを両断していた。このナイトメアたちは私の作者だ。そして私の敵だ。アリス、力を貸してほしい。了解した。あの人を傷つけるなら私にとっても敵。変わってしまったとしても、あなたの作者、本当に殺してもいいの？ああ、もはや作者と呼べる存在ではない。互いに背中を預けながら八方から襲いかかるナイトメアを駆逐していく束縛と正義。初めから全力で行くぞ。分かっている。聞きたいことは山ほどあったが、脅威を払うことを優先する二人。その瞳は刃のように澄み切っていた。変わり果てたスノーの作者。この先に待つ私たちの結末を暗示するかのようだ。頬をかすめる強靭。徐々に数が増える体の傷。きっと一人では敗北必至だった。
ここに。倒した相手に同情などしない。スノーが言うには、まだ私の作者は完全にナイトメア化したわけではないらしい。ならば最悪の状態ではない。今はまだ。この勝利は彼のために。背中を預けるアリスが心強い。心に深い傷を負っても彼女には折れない信念がある。よいしょっと。スノーの作者から最愛のあの人を守る。明確な目的があってよかった。一人で考え込む時間があったら、きっと私は巻き込んだらすみません。
どうやら私の作者はアリスの作者を優先的に攻撃するようだ。作者には私の知らない目的や行動原理があるのだろうか。これでいいのかな。主よ、あなたに勝利を捧げます。剣を振るうたび研ぎ澄まされていく感覚。敵の攻撃パターンは単純だ。正義にひれ伏せ。私は戦い続ける。アリスの攻撃する際にできる隙、それを私がカバーする。アリスがその背中で私を導いている。手助けしましょう。敗者に敬意と弔いを。はじめは数に物を言わせた攻撃を回避することができなかった。だが1000、100と敵の数が減るうちに徐々に受ける傷よりも与える傷の方が多くなっていた。だが2人には油断できるほどの余裕は残されていない。ここまでに流した血と消費した力はそれほどまでに大きかった。2人が力尽きるのが先か、ナイトメアを全て殲滅するのが先か。彼女たちの進む道はいつも同じ。殺すか殺されるかだ。
し、なのに息が上がっているな。大丈夫。あなたの方が重傷。私は戦い続ける。大部分のナイトメアを滅ぼしたアリスとスノー。この数なら一気に攻勢に転じることができる。そう気が緩んだ刹那、スノーの足元の空間が歪んだ。戦友が空間の狭間に飲み込まれる。その瞬間、おぞましい予感がアリスの体を駆け抜けた。最悪の予感。恐る恐る振り返る。そこにはキャロルが一心不乱にナイトメアの死骸を貪っていた。